皆様こんにちは、社畜ワンジです。今回は登録者100人達成記念の特別企画です。アンケートの結果、ピザ窯で鶏の丸焼きを作ることになりました。まずは登録してくださった皆様、本当にありがとうございます。アンケートに答えていただいた方にも感謝です。さて、ピザ窯欲しいけど、置き場や煙がネックで諦めていませんか？今回はそんなピザ窯の欠点をクリアした私なりの工夫を紹介します。まずは火入れから焼き上がりまで一気にご覧ください。煙が出るのは最初だけです。100人超えが嬉しくて私が早く乾杯したいので、今回はバーナーで着火します。横着してます。それと簡易消火器を用意しました。焚き火等をするときにはこうした安全策をとっておいた方がいいと思います。この後、無煙ピザ窯の構造と二次燃焼を利用したロケットストーブの仕組みを解説します。おっさんの食事風景に興味のない方はタイムスタンプで先に進んでください。この辺はまだ煙突から煙が出てますね。今回失敗したのはバーナーを使うから最初から太い薪を燃やしたことです。バーナーならすぐに火が安定すると思ったんですけど、なかなか安定しませんでした。横着せずにいつものように細い薪から燃やすべきでした。いつもは杉の葉や松ぼっくりを着火剤にして細い枝から徐々に太い薪にしてました。そっちの方が早く火が安定した気がします。先週投稿欄でクイズに出した答えの一つが煙が出ない仕組みです。それと映像を見てて気づいた方いると思うんですけど、このピザ窯はドライマウント方式って言ってモルタルでレンガを固めない方式です。ただ積んだだけの状態です。それでも本体からほとんど煙が漏れてないのがわかりますかね。この辺の仕組みについては後ほど詳しく解説していきます。どういった仕組みになってるんでしょう。まだちょっと燃え具合悪いんですけど、煙はだいぶ消えてきたの分かりますかね。ほとんど見えなくなってきて、まだ若干出てはいるんですけど、もうちょっと燃えてくれれば消えます。ちょっと飛ばしますね。だいたい安定してきました。バーナーを使わなくても細い枝から順に燃やしていくとだいたい10分ぐらいですかね。それぐらいでこのピザ窯は炎が安定していきます。火力が安定すれば煙はほぼ出ません。ただ匂いは出ますので、そこだけは気をつけてください。洗濯物とか近くにあると匂い結構移ったりします。鶏肉焼いていきます。下処理はしてあります。タレをつけてオーブンに入れます。オーブンの蓋まだ作ってないんで、今とりあえずステンレスのお盆で塞いでます。これでも一応機能的には使えるのは使えます。で、ホイールでしっかりと覆わないと結構丸焦げになってしまいます。意外と火力強いです。下側の鉄板はかなり高温になるので、溶岩プレートを引いて直接鉄板同士が当たらないようにしてます。で、さらに網とかを引いてかさ上げしないとですね、あっという間に下焦げてしまいます。あとは鶏肉入れて蓋をして焼き上がるのを待つだけです。今回ちょっと小さかったんですけど、だいたい40分かなとは思ったんですけど、50分ぐらいですかね、やったのは。2キロぐらいだと
1時間ちょっと焼かないと火が通らないですね。付け合わせにブロッコリーのオーブン焼きも途中から焼きました。ブロッコリーの片面が焼けたところから生音を入れてお送りします。ジュージューと焼ける音をお聞きください。お盆がバンバン言う音がうるさいんですけど、お許しください。ブロッコリーは表裏それぞれ10分くらい焼きました。オリーブオイルを両面に塗っております。味付けは塩と胡椒です。シンプルに仕上げてます。チーズも乗せました。3種類のチーズのミックスが出ています。ブロッコリーと鶏の丸焼きが同時に完成する見積もりでしたが、鶏はまだ奥の方が焼けていませんでした。さらに追加で加熱してます。奥まで焼けているか竹串を刺して確認します。肉汁が透明になっていれば大丈夫です。じゃがいもは全然火が通ってなかったですね。さらに加熱していきます。鉄板に接触しちゃってる部分はかなり焦げちゃってますね。ここは今後の課題ですね。鶏を浮かせた方がいいと思います。鉄板に直接乗せない方がいいですね。今まで何回もやってるんですけど、学んでません、ここだけは。で、今お腹切り裂いてるのは、この中に詰め物をしてあります、スタッフィングというものです。で、中華おこわ風の味付けがしたもち米と雑穀米を入れたものですね。で、今回のこの鶏の丸焼きで実は一番美味しいのはここです。これが一番美味しくできてます。鶏の旨味をこの米が全部吸ってくれてですね、本当に美味しく仕上がります。これ絶対おすすめです。作る方いましたらお米を詰めてみてください。ホワイトビール 350mg です。なんかボソボソ喋ってますけど、本当に100人ありがとうございます。感謝しております。で、カラスも祝福してくれてますね。カー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 と。普段はもうちょっと鳥のさえずりとか途中ちょっと入ってると思うんですけど、ツピーツピーって鳴く鳥とかですね、あとウグイスなんかも結構来たりします。まともな食レポ全然してないんですけど、このもち米本当美味しいんで、ぜひとも気になった方はやってみてください。鶏肉も本当に柔らかくてジューシーで、家のオーブンなんかでも今まで作ってたんですね。ガスオーブンでもやったし、電気オーブンでもやったんですけど、
このピザ窯で作る鶏の丸焼きが一番美味しく焼けます。なんでそうなるのかよく理屈わかんないんですけど、表面カリッとした感じで中がとってもジューシーでふっくらしてですね、パサついたりは一切しません。ブロッコリーもすごく美味しかったんですけど、ちょっと芯の部分というか枝の部分っていうのかな、なんて言っていいんだ、茎の部分、ここが硬かったですね。ちょっとやばいレベルで硬かったんで、一部食べられなかったところもあります。庭とはいえやっぱり外で食べるのは気持ちいいですよね。うちは庭なんだかキャンプ場なんだかよくわからないところもあるんですけど、外で食べるのは気持ちがいいです。特に自分で作ったピザ窯とかロケットストーブなんかで調理するとちょっと特別な感じがしてさらに美味しく感じます。燃料も選定した庭木なのでゴミも片付いて一石何鳥か分かりません。こうした映像って需要あるんですかね。今回ちょっと長めに出してみて反応を確かめます。できたらコメントもらえると助かります。よろしくお願いします。はい、お待たせしました。ここからが皆様が最も知りたい部分ですよね。まず使用した材の説明です。計量ブロックが7個、耐火レンガが24個、1個はサイズ調整で切ってます。赤レンガの通常サイズが6個、半分が10個。この映像の中には予備の数も入ってます。続いて心臓部ともいえる自作の鉄窯です。後方が半球状で途中からかまぼこ型になってます。半球部分は38センチの中華鍋を半分に切ったものです。それとフラットバーを溶接でつなぎました。高さを持たせるために下側もフラットバーが溶接されてます。内部はご覧の通り穴などは開いていません。前面以外は塞がっています。中に煙が入らない仕組みです。これが先週出したクイズのもう一つの答えですね。食材がハイヤーススをかぶらず薪を焼いた匂いもつきませんから衛生的かつ安定した調理ができます。底面は厚さ 4.5mm のチェッカープレートです。十分な強度があって耐熱塗料が耐えられない温度になって錆びますが、かなりの長期間持ちこたえる厚みです。こんなの作れないよという方のために動画の最後の方で市販品を応用する方法を提案します。これも重要な役割があります。焚き火シートです。使い方は組み立ての時にお見せします。かなり汚れて穴だらけですがちゃんと機能します。続いて煙突です。外径10センチ、厚さ2ミリの鉄のパイプを使ってます。下側は L 鋼と鉄板を溶接して四角い形状となってます。市販の外径106ミリのステンレス煙突も使用します。別のロケットストーブ用に作った五徳を差し込んで、そこに100均で買ったステンレスのザルを乗せてスパークアレスタートします。今のところ火の粉が飛ぶこともないんですが安全策です。レンガで天井を作るための L 鋼です。溶接して両側に出っ張りを作ってあります。これも溶接できない人の提案を組み立ての時に説明します。前方については片側のみです。今回ロストロを新たに作ってみました。単管パイプに穴を開けて奥側は空き缶で蓋してます。
45度の角度で左右2列で開けてみました。奥の方の間隔を狭めて奥側により多くの酸素を送り込むことを狙っています。この穴で燃焼室内でも二次燃焼を期待します。ただ目視できないので実際にどう機能しているかは不明です。今までは100均で売ってるメスティン用の網を使ってました。こちらのロストロだけでも問題なく使用できてます。こちらをかぶせる形ですね。まだ釜の扉を作ってないのでステンレスのお盆で代用します。薪は剪定した庭木が主体です。花桃、草木、アカシアです。続いてレンガなどの積み方です。最初に注意しておきたいことがあります。今回のように重いものを扱う際は腰痛ベルトを使用した方がいいです。そうじゃないとお腹が出てきたことがバレてしまいます。そうじゃなくて腰を痛める危険性があります。私も腰が痛くなったりします。総重量が全部で180キロ以上です。水分を吸っているとさらに重くなります。最初に重要なのが軽量ブロック1つ分のこの幅です。大体の大きさの基準になります。平らな地面に設置してください。まず後方に1枚、左右をコの字型に置きます。この際に軽量ブロックの内壁の厚さ分を重ねます。真ん中に1つ置きます。逆側のブロックを置いてしっかりと全体のバランスを整えます。後ろの空間も重要です。この隙間は使うレンガの大きさで決まります。なので測ったりしなくて大丈夫です。この1段目さえしっかり設置すればあとは簡単です。逆にこの1段目が不十分だと全体の形が歪んだり安定性が悪くなります。積み上げてから修正するのは難しいのできっちりと調整してください。地面の高さには要注意です。真ん中に置いたブロックが左右より高いと安定しなくなります。設置する場所の高さを調整して前方3つのブロックの高さを揃えてください。続いて鉄釜を置いて左右のブロックの平行具合を合わせます。一番前の両側にはレンガを置きます。これで後ろの部分の隙間が決まります。この左右のレンガはできるだけ隙間ができないように設置します。前方の隙間が最も煙が漏れやすい箇所です。これぐらいの隙間であれば大丈夫です。前方から煙が漏れると自分が煙いってのもあるんですけど、食材に匂いが移ることもあります。1段目が決まったら2段目を積みます。2段目のブロックは鉄釜を置いた分外側に少しずれます。この内壁の厚さ分ぐらいですね。ちょっと外側に出る形になります。前方のレンガはしっかりと鉄釜に沿わせます。できるだけ内側に入れる気持ちですかね。
一つ一つ丁寧に隙間を埋めていきます。隙間がかなり塞がっていることを確認してください。続いて後方のブロックを重ねていきます。後方にできた隙間を煙と炎が通過していきます。軽量ブロックの上に耐火レンガを積むんですが、内側に少し入れる形で積むのがポイントです。この部分の積み方で燃焼効率などが変わってきます。後ろから2個目のレンガは横向きで置くので、ちょっと外側に飛び出してみっともないところはあるんですけど、わざわざ切って加工するほどのことでもないし、こちらの方が安定もするので、この状態でいきます。前方から2段目のレンガを積む準備をします。このピザ窯を作る上で前方部分が鉄窯を自作する次の難所です。市販品を応用して作る方法を次の章で紹介しますが、この部分が一番のネックになると思います。溶接さえできればすんなりと解決します。ご覧の通り前方の壁面にレンガを受け止める L 鋼を溶接してあります。後ろ側は L 鋼を1本鉄窯に乗せただけです。最前列のレンガは寝かせずに置きます。レンガ1個を切断して横幅に合わせました。2列目の中央には煙突を設置します。一番前の L 鋼については片側だけで大丈夫です。おおむね中央に煙突を配置してステンレスの煙突を外側からかぶせます。この二重煙突によって強いドラフト効果が発生します。今回は L 鋼に鉄板を溶接して両側に突起を作りましたが、溶接したくない人は L 鋼を背中合わせに2本置いても大丈夫です。私も今回より前はそうしてました。特に問題なく使えます。あとは順番通りレンガを並べていくだけですね。これで1段目が完成します。次が重要ポイントの焚き火シートの使い方です。通常のドライマウント方式では使えません。ちょっと説明の前にここだけ見てください。この部分見てください。光が通過してて穴だらけであることがわかると思います。これでも問題なく使えるということですね。この焚き火シートがガスケットの役割を果たし、ドライマウントで隙間だらけなのに煙を漏れにくくします。焚き火シートにたどり着く前は、庭の赤土を粘土にして詰めたり、アルミホイルを丸めて隙間に詰め込んだりしました。でも粘土は割れてしまうし、アルミホイルでも隙間は防げませんでした。焚き火シートなら多少穴があっても煙が漏れないのは、この前の章の燃焼状態でお見せした通りです。この煙突部分の隙間が結構煙が漏れやすいので、ここについては入念に隙間を埋めていきます。あとはもう面なのでほとんど気にせず置いていく感じですね。隙間を埋めるというよりも重しでシートがずれないようにっていう、そういった感じですね。なので外側についてはもはや耐火レンガじゃなくて赤レンガで
押さえてます。実際この上の部分全部赤レンガでも大丈夫ですし、極端な話しちゃうと耐火レンガいらないです。この赤レンガでもピザ窯ぐらいの温度であれば全然余裕で耐えられます。おそらくこのピザ窯で一番温度が高くなっても800度はいってないと思うんですよね。600度台だと思うんですけど、赤レンガでも1000度未満であれば全然余裕で耐えられます。1000度でも耐えるんですけど、じゃあなんで耐火レンガ使ってるのって話なんですが、このちょっと皆様にお見せするのにかっこいいとこ見せたいっていう、ちょっと見え張ってるところもあるんですが、大きさ的に赤レンガよりもちょっと一回り大きいんですよね。そのあたりは耐火レンガのメリットは十分あります。ちょうどいい大きさの感じになってます。あとは長く使うことを考えるとやっぱ赤レンガよりはちょっといいんじゃないかなと。で、前方については幅詰めるんで切りましたといった通りで、赤レンガについても幅を調整して1個だけ切ってます。で、そもそもレンガいるのって話になってくるんですが、このレンガの役割は蓄熱性を持たせるためなんですね。熱い温度を保つためという。そのためにはやはりレンガが必要だと思います。前方の扉を作ってなくてステンレスのお盆で塞ぐために左右に半分のレンガをそれぞれ3つずつ積みます。この3つの上にお盆を置いて蓋をするっていう形ですね。なので前方の蓋を作ればこの部分のレンガは必要ありません。お盆を置いたらレンガも置いて蓋が開かないように押さえます。これで完成です。あとは単管パイプで作ったロストロを下に置いて念のためのスパークアレスターを設置して全ての組み立て作業が終了です。見た目はあんまり良くないかもしれないんですけど、機能については十分満足のいく性能が出せてます。煙も出ない、分解可能、それと食材に匂いとかがつかない。これが私のピザ窯です。私のピザ窯がどうして煙が出ないのかについて解説します。その前に皆様はロケットストーブというものをご存知ですか？知らない方のために簡単に説明します。こちらが一般的なロケットストーブの内部構造の図解です。炊き口から薪をくべて燃焼室で燃えます。燃えた煙はバーントンネルと呼ばれる部分を通り煙突から出ていきます。あまり知られていませんが、煙は実は可燃物なんです。燃えた木材などから発生した未燃焼ガスやタールなどが煙の正体です。物が燃えるのには温度と酸素が必要です。ロケットストーブは煙突を断熱材などで覆い、高温を維持し、温度と酸素によって煙を強制的に燃やします。これを二次燃焼と言います。そして二次燃焼を発生させる部分をヒートライザーと言います。二次燃焼によって煙はほとんど燃え尽きて出てきません。煙突は入り口と出口の温度差と煙突の長さで吸い込む力が変わってきます。ロケットストーブは煙突の入り口が非常に高温なので、通常のストーブよりも大きな吸い込む力、ドラフトというものが発生します。このドラフトで入り口から大量の酸素を吸い込んで高温と合わさって二次燃焼が発生するのです。以上がロケットストーブの簡単な仕組みの説明です。続いてこちらが私のピザ窯を横から見た断面図です。下の部分に燃焼室があってバーントンネルを通って煙突から出ていく形ですね。で、レンガと軽量ブロックが積んであります。で、燃焼室で燃えた煙はこう通って出てくるんですが、鉄窯の高い熱伝導と
軽量ブロックとレンガの高い蓄熱性によって後方の部分が非常に高温になっていきます。この部分がヒートライザーとなって二次燃焼が発生します。煙突に行く前に二次燃焼が発生します。この二次燃焼で煙がほとんど燃やし尽くされて、熱い空気だけが煙突方向に向かっていきます。分厚い鉄の煙突とステンレスによる二重構造によって煙突は高温に保たれます。これによって非常に強いドラフトが発生して空気が鉄釜を舐めるようにして上に向かっていきます。鉄釜が上からも熱せられるわけです。実際火に直接当たってる下よりもこの後ろの部分が温度計で測ったら最も高温になってました。鉄釜の高い熱伝導と蓄熱性によって食材が全ての方向から加熱されます。この仕組みはキャンプやってる人はわかると思うんですけど、ダッチオーブンと同じ理屈です。それとあと料理好きな方はルクルーゼの鍋類と同じ仕組みです。それと組み立てで説明したガスケットですね。焚き火シートのガスケット、ここも断熱には一役買ってると思っております。煙の流れとかもスムーズにいくんじゃないでしょうか。それと隙間ですね。ドライマウントで隙間できてるんですけど、強いドラフトが発生してるから、おそらくこの隙間から空気を吸い込んでいると思います。温度が上がる前はここからちょっと煙が漏れるんですけど、しっかりと温度が上がってきてドラフトが発生してくると、逆にこの煙が漏れなくなるということは酸素を吸い込んでいると推察できます。それと火の粉問題です。通常であれば煙突から出てくんですね。で、特に簡単なロケットストーブみたいな場合は非常に強いドラフトまっすぐ上がってるんで出てっちゃいます。防げなかったです。で、ここの今赤いペンで刺した部分、ここの部分ですね。ここ、実際こう釜乗っかってるんですけど、段差ができてましたよね。で、この段差によっておそらくですがカルマン渦っていうのができてると思います。こういった複雑な形状のところに流体がぶつかると渦を描くんですよね。これカルマン渦って呼ばれるんですけど、ここでぐるぐるぐるっていう渦が発生します。ちょっと渦の向きがどっちなのかはそこまで詳しいこと知らないんですけど、とにかくここで渦が発生するのは間違いありません。で、それぞれの角でもぐるぐるっと渦を描きます。で、火の粉は空気より重たいんですよね。で、このカルマ渦によって火の粉がかき回されて重さによって下に落ちると。実際これブロックどかしてみると分かるんですけど、かなり灰をかぶってます。火の粉の燃え尽きた部分ですね。それをかぶってます。それとこの複雑な渦が酸素と未燃焼ガスの混合をうまいことやってくれてるんじゃないかなっていう推察もしてます。外から内部が見えないので全て推察なんですが、煙が出ない、火の粉も飛ばないということを考えると、今の推察はおおむね合ってると思います。以上が私のピザ窯の解説です。さて、市販のピザ窯を応用して作れないかという話なんですが、こういったタイプのピザ窯がキャンプ用として売られてます。こういったものを私のこの鉄窯の位置ですね、ここにどうにか置いて、あとは左右とか後方の壁をレンガ積み上げていけば同じ構造で作れると思います。前方の壁ですね、ここだけはちょっとネックになってきます。ここをどうにかして塞げば同じ構造になります。トタンみたいな薄い板でも塞ぐことはできると思います。耐久性がちょっと心配ですけど、作り直せばいい話ですよね。あと煙突のとこもどうにか頑張って塞いでみてください。
私も過去にはこんな適当な方法で塞いでた時期がありました。以上で本日の報告は終わりです。登録者100人本当にありがとうございました。この動画が皆様の工夫につながれば嬉しいです。さて、ここからは余談です。登録者100人に対する感謝として、私が作ってきたものの中でおそらく最高傑作じゃないかなと思えるものを紹介してみました。他にも実は結構ロケットストーブとか作ってまして、火遊びが好きというか、これ結構火面白いんですよね。実際頭の中であれやこれや考えて作るんですけど、なかなか実際燃焼テストしてみないと思い通りの結果が出なかったりします。ロケットストーブの煙突をどこまで短くできるかとか挑戦したこともあったんですが、やっぱり短すぎて燃え尽きる前に出てしまって煙が出たりとかですね。あと中にいろんなものを詰めてなんかこうスパイラルで気流を調整できたら面白いなとかいろいろやったんですけど、大抵は思い通りにいかないですね。失敗してることが多いです。あと燃やす燃料もいろいろ工夫してみたりとかもしました。天ぷら油の固めたやつありますよね。あれをどうにか燃料にできないかななんて試したこともあります。結論言っちゃうと無理ですね。燃える、非常に激しく燃えるんですけど、すすが出ます。すすがすごい飛び散りますね。周りにちょっと迷惑になるので、これは使えませんでした。他には賞味期限が切れて、もう味が悪くなっちゃってどうにも食べられなかったピーナッツがあったんですけど、もうただ捨てるのもったいないなと思って燃料したらどうだろうって回したことあります。これはもう笑えるくらいとんでもない火力が出ます。やっぱり油脂分が多いんですよね。ものすごい火の勢いになります。写真だけお見せしますけど、この小さい二次燃焼ストーブからとんでもない火柱が上がってるのがわかると思います。もう青白い炎が出て、綺麗は綺麗だったんですけど、ちょっと危ない感じもしますね。今後の動画の方向性としましては、そろそろ実際フィールドで使ってるところをお見せしたいなと思います。一通り一応最低限の装備はできたので、徐々に使ってるシーンをお見せします。ただまだまだ作るものいっぱいアイデアあるので、それについても引き続き DIY はやっていきます。ぜひともお楽しみにしていてください。それではまた次回、さようなら。